黒ずきんの目次へようこそ。準千年出張に続き、今回はデモン・スミスを出張したオルフェゴールの紹介です。現環境におけるオルフェゴールは大きく二分化されており、準構築ともう一つがこのデモン・スミス型です。ガラテア愛から生還をサーチすれば、闇属性縛りがつく前にいずれの下級オルフェからでもデモン・スミス展開ができ、これにより展開力、誘発貫通力ともに格段にアップ。ギルス書道はもちろん、リベル書道からでもアポロウーサを立ててオルフェ展開が可能になり、準であればゲームエンドのアーティファクトロンギヌスへの回答にもなります。これからオルフェゴールを触るよという人は、オルフェゴールの教科書を覗いてみてね。オルフェゴールを一から覚えるにあたって必要な情報をすべて網羅しているだけでなく、オルフェゴールがより楽しくなる一冊となっています。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルとデッキレシピは動画説明欄から、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章デモン・スミスの出張。ご存知デモン・スミスは適当なモンスターを2体並べさえすれば展開できるお手軽出張パーツです。オルフェゴール展開の前に自然な流れでデモン・スミス展開ができるため、闇属性縛りを気にする必要はありません。オルフェ展開の前にアポロウーサを立てられるため、相手視点デモン・スミス展開はマストカウンターであり、ただでさえ良かった誘発受けの良さに磨きがかかります。デモン・スミス展開に誘発が飛んでこようものなら、この後は通常通りオルフェ展開をするだけ。特にロンギヌスを打たれた場合でも、最低限3素材アポロウーサ、ギルス書道であればここに生還が加わる点に注目です。またエクストラ枠こそ圧迫しますが、デモン・スミスからライトロード・ドミニオン・キュリオスを出力することで、ギルスが苦手とする無限包容のケアが効くほか、ヘルツォンやカノーネ書道であっても通常のオルフェゴール展開ができるのも非常に魅力的。多少ではありますが、オルフェにはない召喚権に依存しない書道札が2枚存在するのも評価できます。デモン・スミスを出張するデメリットとしては、多少のノイズが入る点と、千年出張同様、ドミナス・インパルスを採用できない点でしょうか。そして服装を使えないため、戦術のキュリオスを絡ませないと、オルフェ展開の初動率が大きく下がってしまうのもマイナスです。ただこれについては、デモン・スミス展開はマストではないため、割り切って服装を採用する構築も散見します。デモン・スミス出張への理解が深まったところで、実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。7パターンの展開を紹介します。前半の3パターンでは各書道の基本展開を、後半の4パターンではデモン・スミスが売りとする誘発をもらった際のリペア展開について紹介します。まずはギルスプラス手札コスト書道の展開。ギルス書道の場合は生還のサーチは必要ありません。サロスナンナ経由でデモン・スミス展開へとつなげていきます。3素材アポロウーサが立ったら、ここからはオルフェゴール展開です。
最終盤面は3素材アポロウーサ、マスカレーナ、クリマクス、墓地スケルツォン、墓地トロイメアの計8妨害。トロイメアからは新規の NT8000 シリウスを落とすことになると思いますが、この際にアポロウーサを対象に取ることで攻撃力が800アップするため、実質もう1妨害増やすことができます。続いてリベルプラス手札コスト初動の展開。リベル初動ではデモンスミス展開の際、リンク値を伸ばすために墓地にナンナを残しながら展開するのがポイントです。最終盤面は2素材アポロウーサ、マスカレーナ、墓地スケルツォン、墓地トロイメアの計6妨害プラストロイメアによる攻撃力800パンプの1妨害。最後にスケルツォンプラス手札コスト初動の展開。キュリオスを絡めることで他初動同様のオルフェゴール展開が可能ですが、エクストラを圧迫するので、ひとまず通常展開を紹介します。リーブの採用は必須ではないですが、最終盤面の妨害をアポロウーサに集約しないよう散らすために経由しています。最終盤面は2素材アポロウーサ、聖冠、クリマックスの計4妨害。以上が初動3種による基本展開となります。ここからはデモンスミスが売りとする誘発をもらった際のリペア展開についての紹介。まずはギルスが苦手とする無限包容をもらった際の展開。デモンスミス展開では魔を刻むデモンスミスを残しながら展開し、レベル 6×2 体でセークリッドトレミスメシエ7をエクシーズ召喚。トレミスの効果で素材を取り除き、墓地のモンスターを手札バウンスします。生物を継ぐものの効果でトレミスを蘇生すれば、なんと同じ属性で種族の異なるモンスターが3体揃い、キュリオスの召喚条件を満たすことができました。キュリオスの効果でオルフェ初動を落とせば、ここからはオルフェゴール展開です。最終盤面は3素材アポロウーサ、墓地スケルツォン、墓地トロイメアの計5妨害プラス
トロイメアによる攻撃力800パンプの一妨害。こちらのキュリオス経由の展開については、オルフェ初動に触れなかったスケルツォンやカノーネ初動にも適用できます。続いて、ウララをもらった際のギルス初動の展開。最終盤面は、マスカレーナ、クリマクス、墓地スケルツォン、墓地トロイメアの計5妨害。同様にウララをもらった際のディビル初動の展開。最終盤面はマスカレーナ、墓地スケルツォン、墓地トロイメアの計4妨害。最後にオルフェゴールが天敵とするロンギヌスをもらった際の展開。最終盤面は酸素剤アポロウーサー、生還の計4妨害。ディベル初動の場合はここから生還が減ります。第3章構築の紹介。デモンスミス出張のオルフェゴールでは下級隊も単体初動になるため服装を積みづらいこともあり、スケルツォンやカノーネのバリューが上がります。トロイメアについてはピン刺しの構築も見かけますが、初動枚数が減っていること、誘発受けを考えると3枚欲しい印象です。デモンスミスの枠については、召喚剣を使わない初動が2枚、使う初動が1枚、ノイズが1枚の割合です。キュリオスやトレミスらを採用した際のエクストラ枠はかなり窮屈なので、デッキと要相談です。準千年出張に続き、デモンスミスを出張したオルフェゴールについて紹介しました。それぞれの構築に長所短所があるため、3本の動画の中から自分の手に馴染むものを選んでいただければと思います。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。